様、お元気でいらっしゃいましたか？君江です。初夏ですね。本当に爽やかな季節になりました。今日は芍薬を飾ったので、私も芍薬のお着物を着てみました。この刺繍は私が施したものなんですよ。芍薬というのは本当にかぐわしい香りのするお花ですね。ここにいるともうこの甘さに酔ってしまいそうなんですけれども、今日ご紹介するのは和食です。この和食も香り高い食材を用意させていただきました。そして和食といえばやはり何といっても調味料ですよね。発酵食品、麹菌を使ったお醤油、お味噌、みりん、お酒、米酢、鰹節など奈良時代、平安時代から日本人が開発していったもうなくてはならない和食の決め手ですよね。そうした調味料を使いながら香り高い食材と合わせてご紹介をさせていただきたいと思いますので、どうぞ最後まで楽しんでご覧になっていただけたら嬉しいです。それでは早速作ってまいりましょう。淡白でさっぱりした上品な味わいの穴子が旬を迎えました。熱湯にくぐらせた穴子の皮に包丁をスライドさせ、ぬめりをこそぎ落とし、塩を振ってもみ、水で洗い流した穴子を煮ていきます。ダイエットではタンパク質が不足しがちですが、穴子は高タンパク質などで美容と健康の向上を目指すダイエットにも適していますよ。それにパソコンやスマホで疲れた目の疲労にも効果があり、肌荒れにも有効なんです。それは魚介類の中でビタミン A がトップクラスだからなんですね。さあ、煮汁に砂糖大さじ1を足して煮詰めていき、詰めを作りましょう。煮穴子をオーブントースターで軽く炙り、香ばしい風味も引き出します。お米を2合、昆布をのせて固めに炊きました。ダイエット中の方は砂糖の分量を加減していただくとしても、酢飯は酢酸とアミノ酸が脂肪の蓄積を抑え、新陳代謝を高めてくれます。それだけではありません。クエン酸回路が活発化して脂肪が分解されるのです。そんな酢の起源は紀元前5000年頃のメソポタミアのバビロンです。今のイラクのあたりですね。その歴史をたどると、まずは果実が自然発酵してお酒が生まれました。そこに菌が働いて誕生したんです。酢は人が手を加えて作った最古の調味料なんですね。これはどこの国でも同じ過程をたどっているようです。日本では中高温湿潤地帯という気候上の特性から、微生物のカビの効果を利用した醸造法が可能だったことから、酢だけではなく日本酒、みりん、味噌、醤油、鰹節、ぬか漬けなど、いずれも気候時による発酵食品が生まれました。独特な食文化を生み出したのですね。穴子の棒寿司ができました。盛り付けましょう。新生姜の季節ですね。ガリを作ります。爽やかな香りです。新鮮でクールな清涼感を持つこの特徴はシネオールの香りですね。生姜には殺菌作用や抗炎症作用があります。生姜をスライスして茹でます。3分ほど湯がいて茹でこぼし、調味料の酢、砂糖、塩であえてしばらく
つけておきます。香魚の別名を持つ鮎。きゅうりやスイカのようなすがすがしい爽やかな香りがします。この香りとともに味わうのが鮎の醍醐味。おひれに粗塩をつけて焼きます。それをタデスにつけて食べますが、今回はバジルのすりつぶしとオイルを混ぜたソースを用意しました。これもまた香り高いのではと。鮎は夏を告げる淡水魚で俳句の季語でもありますが、短夜の浮川に昇るかがり火の早く過ぎゆく水無月の空、藤原の定家にあるように、夏の夜にかがり火を焚いた鵜飼は大和の建国の頃から始まって日本人の食文化を豊かに彩ってきたんですね。アワビのスープ仕立ての前にデザートを作って冷やしておきましょう。小豆は中火で沸騰させてからざるにあげ、鍋に戻して水を入れ中火にかけます。沸騰したら弱火にして蓋をし30分ほど煮ます。柔らかくなったら砂糖を加え、さらに15分ほど煮てミキサーにかけてこしあんの汁粉にします。次にブランデーゼリーを作りましょう。ボウルに砂糖とアガーを入れて混ぜておきます。鍋に水を入れて沸騰したらアガーと砂糖を加えてよく煮溶かします。火を止めてからブランデーを加え、冷蔵庫で冷やして固めます。アガーで作るゼリーは透明感が一番高く仕上がります。メロンは丸く型抜きし、白玉粉は水で練って丸めて茹でます。白玉が湯に浮いてきたら出来上がりです。すくい上げて水で冷やしましょう。鍋に水を張り、トレイを浮かべます。そこにアワビを並べて、酒を注ぎます。昆布をかぶせ、蓋をして弱火で1時間蒸します。十分柔らかくなったかは酒串を通してスッと通るかで確認してください。蒸している間に昆布と鰹節で出汁を取りましょう。水に昆布を入れて中火で沸騰させます。そこに鰹節を加え、ひと煮立ちさせ、
火を止めます。5分ほど置いてこします。調味料は塩、みりん、醤油、酒です。だしは和食の基本ですよね。黄金色のうまみいっぱいの一番だしが取れました。後でもう一煮立ちさせてアルコール分を飛ばします。具材の野菜ズッキーニ、スライサーで薄切りにして電子レンジで30秒。ナスは包丁で切れ目を入れてトースターで十分に焼き、皮をむいて3等分に。青柚子は薄い輪切りにし、綿の部分をカットします。青柚子も加水もそれぞれが香りを持っていますが、邪魔し合わずにハーモニーを奏でます。それだけではなく、食事は目でも食べるもの、料理を美しく演出してくれますね。本くずで少々とろみをつけ、熱々のスープを皿に注いでサービスします。アワビは一口大に切り分けました。さあ、それではすべてが整ったので、早速いただきましょう。